も皆さんこんばんは。今日はリラックスして眠りにつくために面白くて興味深い雑学をたくさんご紹介します。チャンネル登録と高評価を今のうちに押しておいてもらえると嬉しいです。どうぞ心地よい音楽に包まれながらリラックスしてお聴きください。今日も一日お疲れ様でした。それでは最初の雑学から始めましょう。ルービックキューブの全組み合わせは約4300行通りあります。雷がかかってから音が聞こえるまでの時間を数えることで雷の距離をおおよそ計算できます。人間の鼻は1兆種類以上の異なる匂いを識別できます。モナリザの絵はレオナルド・ダ・ヴィンチが約16年間かけて完成させました。イギリスの大英博物館には800万点以上の収蔵品があります。ルイ・アームストロングはホワット・ワンダフル・ワールドを録音した時、喉の手術を受けたばかりでした。ピカソのフルネームはパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・クリスピン・クリスピアーノ・マリア・レメディオス・デ・ラ・サンテシマ・トリニダード・ルイス・ピカソです。世界で最も高い建物はドバイのブルジュ・ハリファで高さ828メートルです。エベレスト山の高さは毎年約4ミリメートルずつ増えています。人間の脳は1秒間に約1億回の情報を処理できます。エッフェル塔は夏と冬で高さが約15センチメートル変わります。ハリー・ポッターと賢者の石は全世界で1億2000万部以上売れています。スウェーデンには約20万の島があります。水は摂氏温度で最も密度が高くなります。太陽の表面温度は約5500度です。月は地球から約38
1万キロメートル離れています。世界で最も深い海溝はマリアナ海溝で、最も深い部分は約11キロメートルです。最も大きな雪の結晶は直径38センチメートルでした。カクテルのモヒートはキューバの農民が作ったものが起源です。紀元1753年にローマが建国されました。電球の発明者はトーマス・エジソンですが、電球そのものはエジソンが最初に発明したわけではありません。英語のアルファベットには26文字がありますが、エスペラント語のアルファベットには28文字あります。マンハッタン島は約400年前には全体が森林に覆われていました。スター・ウォーズシリーズの最初の映画は1977年に公開されました。サグラダ・ファミリアは着工から現在に至るまで130年以上かかっています。世界で最も売れた音楽アルバムはマイケル・ジャクソンのスリラーです。ドイツの黒い森には約400種類の菌類が生息しています。アインシュタインの脳は死後解剖され、その一部は研究目的で保存されています。パリのルーブル美術館には3万8000点以上の美術品が展示されています。ビッグベンは実は時計塔全体ではなく時計の鐘の名前です。オーストラリアのグレートバリアリーフは宇宙からも見える自然の構造物です。世界最大の砂漠はサハラ砂漠ではなく南極大陸です。大英図書館には約1億5000万点の書籍があります。バッハの音楽は宇宙探査機ボイジャーに搭載されているゴールデンレコードにも収録されています。
ギーを吹き起こしにくいです。ピラミッドは約4500年前に建てられました。ナイアガラの滝は毎分約1億トンの水が流れ落ちます。世界で最も古い大学はモロッコのカラウイーン大学です。エジプトのスフィンクスはライオンの体と人間の頭を持っています。世界で最も長い川はナイル川で約 6650km あります。ジュール・ベルヌの80日間世界一周は実際に記録された最初の周遊旅行の一つです。オーストラリアには約2万5,000種の植物が生息しています。ピカソは一生で約5万点の作品を制作しました。月には風がないため足跡が何百万年も残ります。世界で最も小さな国はバチカン市国です。キリマンジャロはアフリカ最高峰で標高5895メートルです。モンブランはアルプス山脈の最高峰で標高4810メートルです。世界で最も豪華な絵画はレオナルド・ダ・ヴィンチのサルバトール・ムンディで約4億5,000万ドルで売却されました。中国の万里の長城は総延長が約2万 km あります。最も古い現存する映画は1888年に撮影された ROUNDHAY ガーデンシーンです。アメリカが中国の最初の大統領はジョージ・ワシントンです。東京のスカイツリーは高さ634メートルで世界で2番目に高い建物です。ニューヨークのセントラルパークはモナコ公国よりも広いです。
ベル賞はアルフレッド・ノーベルの遺言により設立されました。世界最大の博物館はパリのルーブル美術館です。シェイクスピアは38の戯曲と154のソネットを書きました。1年間に地球は太陽の周りを約9400万キロメートル回ります。アリゾナ州のフーバーダムは1936年に完成しました。イタリアのピサのハス島は傾いているため毎年数ミリメートルずつ沈んでいます。世界で最も深い湖はロシアのバイカル湖で最大深度は約1642メートルです。ギネスビールの泡は上昇するのではなく下降するように見えます。ハワイは8つの主要な島と多数の小島からなります。アリスの冒険シリーズの作者ルイス・キャロルは本名をチャールズ・ラトリッジ・ドジソンと言います。世界で最も人口密度が高い都市はマカオです。ペルシャ絨毯は手織りで作られるため1枚作るのに数年かかることがあります。最も長い川はナイル川で全長約 6650km です。地球の大気圏は約 480km の厚さがあります。大英図書館には約1億5000万点の書籍があります。世界一高価な香水は PKNY のゴールデンデリシャスで1瓶100万ドルです。世界最古の木造建築は奈良の法隆寺です。世界一長い海底トンネルは日本の青函トンネルで全長 53.85km です。オリンピックの旗は1913年にピエール・ロー・クーベルタンによってデザインされました。
の野草木などもプリントすることが可能です。アインシュタインの相対性理論は E メートル C2 で表されます。インドのタージマハルはムガル皇帝シャー・ジャハーンによって建てられました。世界一高価なピザはニューヨークのインダストリー KITCHEN で1枚$2000です。世界で最も高価なコーヒーはインドネシアのコピー・ルアグです。地球の表面の約 71% は水で覆われています。最も速い動物はハヤブサで歩行中に時速 390km に達します。世界一高価な車はブガッティのラ・ボアチュール・ノワールで$1900万です。世界で最も古いコンピュータは1945年に開発されたエニアックです。世界で最も寒い場所は南極の東高地で気温は 93.2 度です。世界一高価なケーキはデビー・ウィンガムの作品で$7500万の価値があります。日本の富士山は標高3776メートルの活火山です。世界で最も高いホテルはドバイのケボラホテルで高さ356メートルです。世界で最も長い橋は中国の大運河橋で全長 165km です。世界で最も多くの言語が話されている国はパプアニューギニアです。世界一長い鉄道トンネルはスイスのゴッタルドベーストンネルで全長 57.1km です。世界一長い小説はマルセル・プルーストの失われた時を求めてで約12000ページあります。
1年間に約1強個の雪の結晶が中流に降り注ぎます。中流の時点は徐々に遅くなっており、1億年前の1日は約23時間でした。世界一高価なワインは1947年のシェバル・ブラーンで1本30万ドルの価値があります。世界で最も古い中流儀は1492年に作られたベハイムの中流儀です。世界一高価なアイスクリームはニューヨークの SERENDIPITY3 で1回1000ドルです。世界で最も長い運河は中国の大運河で全長 1794km です。クジラの歌は数千キロメートル離れた場所まで届くことがあります。世界最大の図書館はアメリカの議会図書館であり、3200万冊以上の蔵書があります。世界で最も多くの島を持つ国はスウェーデンで約22万1000の島があります。世界で最も多くの国境を接している国は中国で14カ国と接しています。電子メールは1971年に初めて送信され、アットマークが使用されました。中国の万里の長城は宇宙から肉眼で見ることはできないと言われています。マカロンはイタリア発祥のお菓子でフランスで有名になりました。アインシュタインの脳は彼の死後研究のために保存されました。ニュートンはリンゴが木から落ちるのを見て重力の法則を発見したと言われていますが、実際にはそれを目撃した記録はありません。蚊は世界で最も致命的な動物であり、年間数百万人が蚊が媒介する病気で死亡しています。世界最古の大学は859年にモロッコのフェスに設立されたあるカラウイーン大学です。
イスランドには世界で唯一のペニス博物館があります。世界で最も長い地名はニュージーランドのタウマタファカタニヒカタフアウアウアオタマテアコカイホノイクタナタフの丘です。ウィンストン・チャーチルは絵を描くことが好きで、生涯に500点以上の絵を描きました。ペンギンは飛ぶことができない鳥の一種であり、優れた泳ぎ手です。チョコレートは犬にとって毒性があり、設置する特権です。ニューヨーク市にはセントラルパークの地下に配布された鉄道トンネルが存在します。メデューサの神話は古代ギリシャの神話で、彼女の髪の毛は生きている蛇でした。レゴはデンマーク発祥のおもちゃであり、毎年数十億個のブロックが生産されています。ミツバチは他のミツバチに対してダンスを使って蜜の位置を伝えることができます。カタツムリは眠るときに最大3年間眠り続けることができます。パタゴラスの定理は紀元前6世紀のギリシャの数学者プタゴラスによって考案されました。フラミンゴは餌を設置するために頭を逆さまにして水をろ過します。赤道付近では一年中ほぼ同じ長さの日照り時間があります。カンガルーは後ろに飛べない動物の一種です。オリンピックの五輪マークは5大陸の団結と参加者の色が反映されています。プラトンの理想国家では哲学者が統治者になるべきだと提唱されました。カタツムリは歯のような器官を使って食べ物をすりつぶします。その歯の数は約2万5,000本にも及びます。コウモリは唯一の飛ぶことができる哺乳類です。
45センチメートルもあります。フクロウは首を270度回転させることができます。アルマジロはレプロシー、ハンセン病を人間に伝染させることができる数少ない動物の一つです。オウムは模倣能力が高く、特定の人間の声や音を真似することができます。サンゴは動物でありながら植物のように光合成を行う寄生藻類を持っています。タコは血液が青色であり、3つの心臓を持っています。ラクダのコブは脂肪を蓄えるために使われ、砂漠での生存を助けます。アホロートルは再生能力が非常に高く、失った市街地部の臓器を再生することができます。ツチノコは日本の伝説に登場する蛇のような未確認動物です。クジラの鳴き声は海底ケーブルを通じて大陸間で通信できる可能性が研究されています。ペンギンは飛ぶことができないが、最大時速 35km で泳ぐことができます。カメレオンは皮膚の色を変えるだけでなく、舌を体長の2倍以上伸ばして獲物を捕らえます。電球ナギは発電する能力を持ち、最大600ボルトの電気ショックを放つことができます。鳩の下には味を感じるための約1万個の味来があります。スターフィッチ、鳩では脳を持っていませんが、明かりを感じることができる目のような器官を持っています。アリは自分の体重の50倍の重さを持ち上げることができます。鳩の DNA は 99.9% がすべての人間で同じです。アルカリ電池は使い切っても冷凍庫に入れるとわずかに再充電できることがあります。ジュラシック
くの恐竜の鳴き声は亀の鳴き声を加工して作られました。ワニの胃には消化を助けるために石が入っていることがあります。ゼブラのストライプはハエを避ける効果があると言われています。ピラニアは実は肉食性だけでなく植物も食べる雑食性です。コーヒーは眠気を感じるアデノシンという化学物質の作用を妨げることで目を覚まします。地球上のサリューの数はすべての星の数よりも多いと考えられています。シェイクスピアは自分の墓に呪いの言葉を刻んだと言われています。アイスクリームはもともと薬として発明されました。シロクマは寒冷地で生きるために透明な毛を用い、皮膚が黒いです。スターバックスのロゴに描かれた人魚はギリシャ神話に登場するセイレーンです。カルカッタのフルベリオ植物園には世界で最も広いバニヤンの木があります。モーツァルトは5歳で最初の交響曲を作曲しました。ドルフィンは片方の脳を休ませながら泳ぎ続けることができます。アンドロメダ銀河は約40億年後に我々の銀河系と衝突する予定です。アリストテレスは地球が丸いことを観察から推測しました。レオナルド・ダ・ヴィンチは左手で逆さに文字を書く鏡文字をよく使いました。ウイルスは自己複製する能力を持つが、生きた細胞がなければ増殖できません。マクドナルドのサラダにはハンバーガーよりもカロリーが高いものもあります。レゴのミニフィギュアは世界で最も多く生産された人間の一種です。マヤ文明は世
精巧なカレンダーシステムを持っていましたが、それが終末予言と誤解されました。チェスのクイーンはかつてはキングの隣にいる弱いピースでしたが、ルール変更で最強になりました。蜂の一生で作る蜂蜜の量はティースプーン1回分です。一般的な成人の心臓は1日に約10万回鼓動します。世界で最も小さな鳥はマメハチドリで、体重は約2グラムです。キリンの舌は約45センチメートルもあり、紫色です。太陽の光が地球に届くまでの時間は約8分19秒です。人間の脳は約86億個のニューロンから構成されています。腸は足で味を感じることができます。一般的な成人は一晩で約6回夢を見ます。ペンギンは南極大陸に生息している唯一の鳥です。1日には8万6400秒あります。地球上で最も乾燥している場所は南極大陸のドライバレーです。カンガルーは後ろに歩くことができません。オウムは他の鳥に比べて非常に長寿で、50年以上生きることもあります。世界で最も深い湖はバイカル湖で、深さは1642メートルです。ネズミは笑うことができます。クモの糸は同じ太さの鋼鉄よりも強いです。コアラは1日22時間寝ることができます。ハリネズミはその針を音に投げることはできませんが、非常に鋭く防御に使います。人間の体内には約37兆個の細胞があります。
界で最も長い川はナイル川ですが、最も多くの水量を持つのはアマゾン川です。世界で最も高い山はエベレストですが、地球の中心から最も高い山はチムボラソ山です。スターバックスのロゴに描かれているのは人魚ではなくサイレンという海の怪物です。メガネザルは体の比率から見て最も大きな目を持つ哺乳類です。パンダの主食は竹ですが、1日に約38kgの竹を食べます。シャチは実際にはイルカの一種です。クマの冬眠は完全な眠りではなく、体温と代謝を下げる状態です。トンボは後ろにも飛ぶことができます。フラミンゴはピンク色の食べ物を食べることで羽毛がピンクになります。アリは自分の体重の50倍の重さを持ち上げることができます。ラクダのコブは水をためるためのものではなく、脂肪を貯蔵するためのものです。鳩の骨は非常に強く、同じ重量のコンクリートよりも強いです。カタツムリの口には数千もの非常に小さな歯があります。イルカは片方の脳を休ませながら泳ぐことができます。バナナは実はベリー類に分類されます。イカの血は青いです。人間の体温は午後に最も高く、夜明け前に最も低くなります。アルマジロの妊娠期間は約2年と非常に長いです。ハチの毒はアレルギー反応を引き起こすことがありますが、医学的にも利用されます。世界最古の木はカリフォルニア州にあるブリッツルコーンパインで、約5000年の寿命を持っています。カ
カメレオンは皮膚の色を変えることで感情や環境に対応します。カクテルのジントニックは昔マラリア予防のために飲まれていました。世界で最も速い動物はハヤブサで、時速 389km に達することがあります。クモは液体だけを飲むことができます。電気ウナギは最大600ボルトの電気を発生させることができます。世界最大の砂漠はサハラ砂漠ですが、最も寒い砂漠は南極です。怠け者は非常に遅く動くため、体に藻類が生えます。地球の中心の温度は約5500度と、太陽の表面温度に近いです。ゴリラの鼻紋、鼻のシワのパターンは人間の指紋と同じく個体ごとに異なります。あとは地球の磁場を利用して方向を感知することができます。ブルーホエールの心臓は小型自動車のサイズに匹敵します。オウムは非常に知能が高く、人間の言葉を模倣することができます。アルバトロスは非常に長距離を飛ぶことができ、連続して数週間飛び続けることができます。カバは水中で寝ることができ、無意識のうちに呼吸するために浮上します。ツチブタは土の中にトンネルを掘って生活しています。サーモンは生まれた川に戻って産卵するために数千キロメートルを遡ります。タコは非常に知能が高く、パズルを解いたり道具を使ったりすることができます。世界で最も高価なスパイスはサフランです。コーヒー豆は実際には果実の種です。ペンギンは群れで体を寄せ合って寒さをしのぎます。ク
クジラの歌は数百キロメートル離れた場所まで届くことがあります。ミツバチのダンスは他の蜂に花の場所を伝える手段です。象の耳は体温調節のために重要な役割を果たします。ワニは一度に約70、80個の卵を産みます。キツネの叫び声は人間の悲鳴のように聞こえます。怠け者の毛には藻類が生え、緑色に見えることがあります。ワニは数百個の歯を持ち、胃腸の間に何度も生え変わります。ハムスターの頬袋は非常に伸び、体の半分ほどの大きさまで膨らませることができます。ラクダのまつげは砂嵐から目を守るために非常に長いです。スカンクの匂いは数キロメートル離れても感じることができます。フクロウは首を270度回転させることができます。カラスは非常に知能が高く、道具を使って餌を取ることができます。イルカは自分の名前を持ち、互いに呼び合うことができます。コウモリは超音波を使って高ロケーションで飛行中の障害物を避けます。シロクマの皮膚は黒く、白い毛は実は透明で光を反射します。鳩の下には約1万個の未来があります。カンガルーは後ろ足でジャンプし、最高時速は 60km に達します。ヤモリは特殊な足の構造で垂直な壁や天井に張り付くことができます。ダチョウの目は脳よりも大きいです。アホウドリは海上で一生の大部分を過ごし、地上に戻るのは繁殖のためだけです。オランウータンの腕は体の長さとほぼ同じで、非常に長いです。
クジラの鳴き声は他のクジラとコミュニケーションをとるために使われます。カモノハシは卵を産む哺乳類で毒を持つことができます。マッコウクジラの脳は地球上で最も大きく、重さは約 8kg です。ヘビは餌を丸飲みし、一度に非常に大きな獲物を飲み込むことができます。クモは非常に強力な糸を出し、獲物を捕まえるために使います。ライオンのたてがみはその強さと健康を示すシンボルです。パンダは生まれてから数ヶ月間は完全に白黒ではなく、徐々に色がつきます。バクテリアは地球上の生物の中で最も古いものであり、数十億年前から存在します。トカゲは尻尾を切り離して敵から逃げることができます。カピバラは世界最大のネズミで非常に社交的です。サメは一度に何百もの歯を持ち、それを何度も生え変わらせます。ハチドリは唯一後ろ向きに飛べる鳥です。カメは非常に長寿で100年以上生きることがあります。フェレットは寝ることが大好きで1日に10時間以上寝ることもあります。蝶の羽の模様は天敵から身を守るためのカモフラージュです。オウムガイは非常に古い種で、化石記録によると約5億年前から存在します。エビは成長するにつれて性別を変えることがあります。エジプトのピラミッドの建設には約2万5,000人の労働者が関わっていました。ノーベル賞の設立者アルフレッド・ノーベルはダイナマイトの発明者でもあります。地球の表面の約 30% は砂漠で覆われています。アルプス
ス山脈には約2000の氷河があります。マチュピチュは15世紀にインカ帝国によって建設されました。オーストラリアには地球上で最も古い鉱床があります。アメリカの国旗には50の星と13の島があります。ブラジルのアマゾン川は世界で最も水量が多い川です。南極の氷は地球の全淡水の約 70% を含んでいます。イタリアのコロッセオは紀元80年に完成しました。ビクトリア幕府はジンバブエとザンビアの国境にあります。ナイアガラの滝はアメリカとカナダの国境に位置しています。エッフェル塔は1889年のパリ万国博覧会のために建設されました。中国の主金城は1406年から1420年にかけて建設されました。後では腕を再生することができます。ハリクイの下は60センチメートル以上あり、ハリスカの奥深くまで届きます。インドのタージマハルは1632年から1653年にかけて建設されました。ピカソは生涯で約5万点の作品を制作しました。ニューヨークの自由の女神像は1886年にフランスから贈られました。アフリカのサハラ砂漠は世界最大の熱帯砂漠です。スイスは国民投票によって法律を改正することができます。地球上で最も大きな花はラフレシアで直径が1メートル以上になります。アフリカゾウは地球上で最も大きな陸生動物です。
地球上で最も高い山はエベレスト山です。南極大陸は地球上で最も寒冷な場所です。アメリカのロッキー山脈は約 4800km にわたって広がっています。カナダのナイアガラの滝は毎分約1億トンの水が流れ落ちます。南米のアマゾン川は全長約 6400km です。アフリカのナイル川は全長約 6650km です。中国の黄河は全長約 5464km です。オーストラリアのマリー川は全長約 2500km です。ヨーロッパのドナウ川は全長約 2860km です。アジアのナガエは全長約 6300km です。アフリカのコンゴ川は全長約 4700km です。アメリカのデスバレーは地球上で最も暑い場所の一つです。アフリカのサハラ砂漠は地球上で最も乾燥した場所の一つです。アジアのゴビ砂漠は地球上で最も冷たい砂漠の一つです。アフリカのナミブ砂漠は地球上で最も古い砂漠の一つです。アジアのタクラマカン砂漠は地球上で最も広大な砂漠の一つです。オーストラリアの大砂漠は地球上で最も広大な砂漠の一つです。ヨーロッパのカフカース山脈は地球上で最も高い山脈の一つです。南極の南極点は地球の最南端に位置しています。アメリカのグレートプレーンズは地球上で最も広大な平原の一つです。
アフリカのコンゴ盆地は地球上で最も広大な熱帯雨林の一つです。アジアのシベリアは地球上で最も寒冷な地域の一つです。オーストラリアのアウトバックは地球上で最も乾燥した地域の一つです。ヨーロッパのスカンジナビア半島は地球上で最も広大な半島の一つです。南極のロス棚氷は地球上で最も大きな棚氷の一つです。アメリカのグレートソルトレイクは地球上で最も大きな塩湖の一つです。アジアのカスピ海は地球上で最も大きな内陸湖です。オーストラリアのエアーズロックは地球上で最も大きな一枚岩です。ヨーロッパのアルプス山脈は地球上で最も高い山脈の一つです。南極の氷床は地球の全淡水の約 70% を含んでいます。アメリカのグランドキャニオンは地球上で最も深い渓谷の一つです。アフリカのビクトリア湖は地球上で最も大きな淡水湖の一つです。アジアのバイカル湖は地球上で最も深い湖です。オーストラリアのグレートバリアリーフは地球上で最も大きなサンゴ礁です。グランドキャニオンはアリゾナ州に位置しています。アメリカの国鳥はハクトウワシです。ヨーロッパのモンブランは地球上で最も高い山の一つです。南米のアンデス山脈は地球上で最も長い山脈です。アフリカのキリマンジャロは地球上で最も高い独立峰です。アメリカのアラスカ州は地球上で最も広大な州の一つです。
西洋は太平洋よりも若く、約1億4,000万年前に形成されました。コアラは1日のほとんどを睡眠に費やし、18時間以上寝ることがあります。コーヒーはエチオピアで発見されたという伝説があります。白クマの皮膚は黒く、毛は実際には透明で、明かりを反射して白く見えます。パリのエッフェル塔は冬には6インチ縮むことがあります。直径1ミリのダイヤモンドの原石を生成するには、地球のマントルで数億年の時間が必要です。地球上で最も古い木は、カリフォルニア州のメトセラという名前の4800年以上のブリストルコーンパインです。ブルーホールは海底の大きな青い穴で、バハマやベリーズなどにあります。フォーチュンクッキーは実は中国ではなくアメリカで発明されました。ハムスターは大袋に食べ物を詰め込むことができ、その体重の 20% 以上を運ぶことができます。北極点は地球の最北端に位置しています。アジアのヒマラヤ山脈は地球上で最も高い山脈です。サハラ砂漠はかつて緑豊かな土地で、湖や森林が広がっていました。スペインの闘牛は古代ローマ時代から続く伝統的なスポーツです。オウムは人間の言葉を真似ることができ、その能力は種によって異なります。メキシコのデイ・オブ・サー・デッドは亡くなった愛する人を記念するための祝祭です。北極圏には夏に24時間日が沈まない白夜があります。南極の氷の下には隠れた湖や川が流れていることが確認されています。アボカドは果物の一種で、
唯一の大きな種を持つ植物です。メガロドンは史上最大のサメであり、約2600万年前に存在していました。キリマンジャロ山はアフリカで最も高い山であり、タンザニアにあります。エジプトのスフィンクスはライオンの体と人間の頭を持つ巨大な彫像です。マカオは世界で最も高いギャンブル収益を上げる都市です。モノリスは一枚岩でできた自然または人工の構造物を指します。世界最古の星は約135億年前に形成されたと推定されています。火星のオリンポス山は太陽系で最も高い火山であり、エベレストの約3倍の高さがあります。ピラニアは南米の淡水魚であり、その鋭い歯と強力な顎で知られています。世界の最高気温記録は1913年にカリフォルニア州デスバレーで記録された 56.7 度です。地球の酸素の大部分は海洋のプランクトンによって生成されています。アルカトラス島はかつてアメリカの連邦刑務所があった場所であり、脱出不可能とされていました。アフリカのサバンナにはライオン、ゾウ、キリンなど多くの大型動物が生息しています。ウイルスは生物と無生物の中間に位置し、自己複製する能力を持つが、生きた細胞がなければ増殖できません。モナリザの絵には実際には眉毛が描かれていません。ペルーのナスカの地上絵は巨大な動物や形が描かれた地上絵であり、その目的は未だに謎です。インターネットの初期の形態は1960年代にアメリカ国防総省によって開発されました。鳩の心臓は胃腸の間に約25億回拍動します。
電子レンジは第二次世界大戦中にレーダー技術から偶然発見されました。世界で最も深い洞窟はジョージア州にあるグルベラ洞窟で深さ2212メートルです。バミューダトライアングルは船や飛行機が神秘的に消失することで有名です。アルプス山脈はヨーロッパを横断する巨大な山脈であり、多くのスキーリゾートがあります。地球の最も深い地点はマリアナ海溝のチャレンジャー深部であり、約1万1034メートルの深さがあります。ビートルズのホワイトアルバムは1968年にリリースされ、革新的な音楽スタイルで知られています。ヒマラヤ山脈は世界で最も高い山脈であり、エベレスト山はその最高峰です。世界最長の川はアフリカのナイル川であり、その長さは約6650キロメートルです。ペンギンは南極に生息する鳥であり、飛ぶことができませんが、優れた泳ぎ手です。スペースシャトルは地球の大気圏を突破して宇宙に到達するために設計された宇宙。北極点は地球の最北端に位置しています。ウーパールーパーは胃腸を通じて陽型成熟の状態を保ちます。人間の体には約37兆個の細胞があります。ダイヤモンドは高圧で炭素原子が結晶化したものです。スーパーマリオのキャラクターマリオの職業はもともと大工でしたが、後に配管工になりました。クラゲの一部は再生能力を持ち、永遠に生き続けることができます。ピアノの内部には通常約230本の弦が張られています。ベートーベンは作曲中に頭を冷やすために氷水に蓋した布を頭に乗
乗せていました。魚は味覚を持つ舌を持たず、口の内側全体で味を感じます。アイスランドの国会ある神府は世界最古の民主的議会であり、930年に設立されました。ドラゴンフルーツはサボテンの一種であり、花は夜にしか咲きません。ナポレオンは戦場での士気を高めるために赤い服を着て戦いました。鳩の花は一丁以上の異なる匂いを識別できるとされています。ガリレイは天体望遠鏡を使って初めて木星の衛星を観測しました。インディアンカレーはイギリスで発明された料理です。カラフルなオウム目の鳥は模倣能力が高く、人間の言葉を真似することができます。ギリシャ神話にはオリンポス山に住む神々が登場し、ゼウスやヘラなどが有名です。アスプは肉食性であり、他の昆虫や果物を食べます。カバは水中で生息するための敵を落として目と耳が頭の上部に位置しています。プラズマは宇宙全体の物質の 99% 以上を占めています。トウモロコシはすべての穀物の中で最も多く栽培されています。ハチドリは毎秒50回以上羽ばたくすることができます。ニューヨークの自由の女神像はフランスからアメリカへの贈り物でした。ピラミッドは古代エジプトの王や貴族の墓として建設されました。蝶の羽は微小な鱗で覆われており、明かりの反射によって色が見えます。ひまわりは太陽の動きを追う光質性の特性を持っています。緑
本の富士山は世界遺産に登録されている活火山です。かぼちゃの種には豊富な栄養素が含まれており、健康に良いとされています。オパールは内部に水を含む鉱物であり、虹色の輝きを持ちます。ハロウィンのかぼちゃはもともと株を使って作られていました。南京ナマズは電気を発生させる能力を持ち、獲物を舞うさせます。アルパカの毛は非常に柔らかく、暖かい繊維として人気があります。アイスランドには世界最大の温泉ブルーラグーンがあります。世界最古の木版印刷本は中国のダイヤモンドスートラであり、868年に印刷されました。オウムガイは約5億年前から存在する生きた化石とされています。ニュージーランドは世界で最も早く女性参政権を認めた国です。1893年。バナナは実はベリーの一種です。キノコは光合成を行わない真菌の一種であり、独自の栄養摂取方法を持ちます。サボテンは乾燥地帯での生存のために水を蓄える能力を持っています。クラゲは 95% が水で構成されています。ネズミは一度に約200個の赤ちゃんを産むことができます。プラネタリウムは星空を再現するための装置であり、天文学の教育に役立ちます。カタツムリは自分の体重の10倍の重さを持ち上げることができます。タンポポの種は風に乗って数キロメートルも飛ぶことができます。ミミズは土壌の質を向上させるために重要な役割を果たします。
目は約1000万色の色を識別できるとされています。オゾン層は地球を有害な紫外線から保護します。世界で最も長い小説はマルセル・プルーストの失われた時を求めてであり、約120万語あります。熊の冬眠は実際には深い眠りの状態であり、完全な眠りではありません。世界で最も古い都市はシリアのダマスカスとされています。サハラ砂漠の面積はアメリカ合衆国とほぼ同じ広さです。コアラは主にユーカリの葉を食べ、その消化に毒化した腸内細菌を持っています。モンシロチョウは歩行中にフェロモンを放出して異性を引き寄せます。キリンの首には他の哺乳類と同じ数の骨7つがあります。マンモスは約4000年前まで地球に生息していました。コウテイペンギンは南極に生息し、最も寒冷な環境で繁殖する鳥です。セミは17年間地中で生活し、その後わずか数週間だけ地上で過ごします。アボカドは犬にとって有害であり、消化不良を引き起こすことがあります。ウィリアム・シェイクスピアは英語の語彙を増やすために多くの新しい言葉を作り出しました。ダイオウグソクムシは深海に生息する巨大な甲殻類であり、最大で30センチメートルに達します。人間の指紋は一卵性双生児でも異なります。猫は360度線方向に回転する耳を持ち、優れた聴力を持っています。モナリザの絵は実際に我をなるとダ・ヴィンチの自画像であるとする説もあります。タコは体
体の色を変えることで環境に適応し、捕食者から身を守ります。ブルーライトは睡眠に悪影響を与えるため、就寝前のスマホ使用は避けるべきです。ダイヤモンドのコードはモースコード系で10、最高値です。人間の赤ちゃんは生まれた時に約270個の骨を持っていますが、成長とともに206個に融合します。ネズミは音を聞くために耳を動かすことができます。イルカは半球睡眠を行い、片方の脳を休ませながら泳ぎ続けます。クラゲは触手に毒を持ち、獲物を麻痺させて捕らえます。レインボーユーカリは樹皮が鮮やかな虹色に変わる木です。コーヒー豆は実はコーヒーの木の赤い果実の中にある種です。コウモリは超音波を使って獲物を探すことができます。プラナリアは体の一部を切り取っても再生する能力を持つ生物です。クジラの脂肪層はプローバーと呼ばれ、寒さから身を守ります。モナリザの微笑みは見る角度によって表情が変わるように描かれています。猫は紫外線を感じることができるため、夜間でも優れた視力を持ちます。トンボは複眼を持ち、広範囲の視界を持つことで獲物を見逃しません。シロアリは木材を食べるための特別な消化酵素を持っています。もみの木はクリスマスツリーとして広く使われています。パンダの主食は竹ですが、肉も少量食べます。ハリネズミは危険を感じると体を丸めて針で身を守ります。ダチョウは飛ぶことができませんが、
時速 70km で走ることができます。アシカはヒレを使って陸上を移動し、海中での泳ぎも得意です。バラは世界中で最も広く栽培されている花の一つです。コアラの指紋は人間の指紋と非常に似ています。カンガルーの袋は赤ちゃんを保護し育てるための特別な構造です。マンボウは世界で最も重い甲骨魚類であり、最大で2トンに達します。ハリネズミは危険を感じると丸まって針で身を守ります。ミツバチは六角形の蜂の巣を作ることでスペースを最大限に利用します。カラスは他のカラスに対して報復することがあります。ダチョウは時速 70km で走ることができますが、飛ぶことはできません。シマウマの縞模様は一匹一匹異なります。シロクマは実際には黒い肌を持ち、その上に透明な毛が生えています。日本のクツネは伝統的に稲荷神社の守護神とされています。モグラは地下で生活するために非常に鋭い爪を持っています。トウモロコシは世界中で最も多く栽培されている穀物の一つです。セミは17年間地中で生活し、数週間だけ地上に出てきます。ホタルは発光することで仲間とコミュニケーションをとります。オーストラリアのカンガルーは後ろに飛ぶことができません。クモはクモの巣を作るために非常に強い絹を使います。アメリカのイエローストーン国立公園は世界最初の国立公園です。
層地帯で水を蓄えるための特別な構造を持っています。アメリカの自由の女神像はフランスから贈られました。クジラの鳴き声は数千キロメートル離れた場所まで届くことがあります。アフリカのナイル川は世界最長の川です。シェイクスピアは英語の語彙を増やすために多くの新しい言葉を作りました。アボカドは犬にとって有害です。オウムは非常に高い模倣能力を持っています。タコは血液が青色です。アリは音を聞くために耳を動かすことができます。カバは水中で生息するための敵を落として目と耳が頭の上部に位置しています。クジラの脂肪層は寒さから身を守ります。サンゴは動物でありながら光合成を行う偽陽性藻類を持っています。フグは自分の体を膨らませて捕食者から身を守ります。コアラはユーカリの葉を食べ、その消化に毒化した腸内細菌を持っています。キノコは光合成を行わない真菌の一種です。ハチドリは体重の半分以上の量の花の蜜を一日に摂取します。アメリカンドリームは1930年代に生まれた言葉です。イルカは片方の脳を眠らせながら泳ぐことができます。ナマケモノは1週間で1メートルしか移動しません。バナナは植物ではなく草の一種です。アメリカでは1人当たり年間平均26キロのチーズを消費します。ペンギンは
ん。クジラは最大30メートルの長さまで成長しますが、歯がありません。スイカの 95% 以上は水分です。南京ナマズは電気を発生させる能力を持ちます。ピーナッツは地中で育つ豆類の一種です。イルカはグループ内で独自の名前を持ち、特定の音で呼びかけ合います。ヤドカリは他の動物の殻を借りて住むことがあります。トランプのスペードのエースは他のカードよりも装飾が多いことが多いです。エベレスト山の高さは毎年数ミリメートルずつ高くなっています。古代エジプトでは猫は神聖な動物として崇拝されていました。ピカソは生涯にわたって約5万点の作品を残しました。ビッグベンは実際には時計ではなく時計の鐘の名前です。シルクは蚕の繭から作られます。日本の桜の木は平均寿命が50年です。地球の大気圏は約 480km の厚さがあります。エッフェル塔は夏に約15センチメートル伸びます。アラスカはアメリカの州の中で最も面積が広いですが、人口は最も少ないです。インターネットは1960年代に軍事目的で開発されました。パリのルーブル美術館は世界で最も訪問者が多い美術館です。アルプス山脈はヨーロッパで最も高い山脈です。ゴッホは生前に1枚しか絵を売ることができませんでした。
南極は地球上で最も乾燥した場所です。ハリウッドのウォーク・オブ・フェームには約2600の星が埋め込まれています。世界最古の大学はモロッコのカラウィーン大学です。クリストファー・コロンブスはアメリカ大陸をインドだと思っていました。オランダは風車の国として知られています。ニューヨークの自由の女神像はアメリカ独立100周年を記念して贈られました。ウィンブルドンは最古のテニストーナメントです。モナリザの微笑みは多くの謎を呼び起こしています。ノルウェーは世界で最も高い生活水準を持つ国の一つです。イタリアのピサのハス塔は建設中から傾いていました。トルコのカッパドキアには地下都市があります。世界最大の砂漠はサハラ砂漠です。マヤ文明は非常に高度な天文学の知識を持っていました。エジプトのピラミッドは巨大な墓として建てられました。フィンランドは世界で最も多くのサウナを持つ国です。アイスランドは火山活動が非常に活発な国です。ロシアのシベリアは地球上で最も寒い場所の一つです。インドのタージ・マハルは愛の象徴として建てられました。ブラジルのアマゾン川は世界で最も多くの水を運びます。アメリカのグランドキャニオンは自然の侵食によって形成されました。カナダには世界で最も多くの湖があります。スペインの
のトマティーナ祭りはトマトを投げ合うお祭りです。中国の主金城は最も大きな宮殿の一つです。アイルランドは四つ葉のクローバーで有名です。スイスは高品質な時計の生産地として知られています。ギリシャのパルテノン神殿はアテネの象徴です。ペルーのマチュピチュは高山に位置するインカ帝国の遺跡です。アインシュタインは数学が苦手だと言われていますが、それは誤解です。万里の長城は宇宙から肉眼で見ることができません。メキシコのチチェン・イッツァはマヤ文明の重要な遺跡です。カンボジアのアンコール・ワットは世界最大の宗教建築です。ダイノソーは非常に高い知能を持っています。日本の富士山は世界文化遺産に登録されています。フランスのシャンゼリゼ通りは世界で最も有名な通りの一つです。オーストラリアのグレートバリアリーフは世界最大のサンゴ礁です。ドイツのビール祭りオクトーバーフェストは世界最大のビール祭りです。ローマのコロッセオは古代ローマの円形闘技場です。モナコは世界で最も人口密度が高い国です。エクアドルは赤道直下に位置しています。ポルトガルのリスボンは7つの丘の町として知られています。ギリシャのサントリーニ島は美しい日没で有名です。トルコのイスタンブールはヨーロッパとアジアにまたがる都市です。フィリピンのパラワン島は世界
も美しい島の一つです。ベトナムのハロン湾はユネスコ世界遺産に登録されています。アルゼンチンのイグアスの滝は世界最大の滝の一つです。チリのアタカマ砂漠は地球上で最も乾燥した場所です。スウェーデンのアイスホテルは毎年再建されます。アイスランドのブルーラグーンは温泉で有名です。インドネシアのバリ島は美しいビーチで有名です。ニュージーランドはロード・オブ・サーイングの撮影地として知られています。モロッコのサハラ砂漠ツアーは人気の観光アクティビティです。南アフリカのケープタウンはテーブルマウンテンで有名です。カナダのバンフ国立公園は美しい山岳風景で知られています。ハンガリーのブダペストは美しい温泉で有名です。フィンランドのラップランドはサンタクロースの故郷とされています。ロシアのモスクワは赤の広場で有名です。エジプトのルクソールは古代エジプトの遺跡が集中しています。アメリカのニューヨークは自由の女神像があります。フランスのパリはエッフェル塔で有名です。イギリスのロンドンはビッグベンがあります。中国の北京は朱金城があります。イタリアのローマはコロッセオがあります。日本の東京はスカイツリーがあります。インドのデリーは赤い城があります。
メキシコのメキシコシティはテオティワカンのピラミッドがあります。ブラジルのリオデジャネイロはキリスト像があります。カナダのトロントは CN タワーがあります。オーストラリアのシドニーはオペラハウスがあります。エジプトのカイロはピラミッドがあります。バナナは実際には果物ではなく草に分類されます。鳥は恐竜の直系の子孫であると考えられています。人間の脳は酸素とエネルギーの消費量が体全体の 20% 以上を占めています。ルービックキューブのすべての組み合わせは43強2523兆2744億有千万通りです。8は人間の顔を認識できる能力を持っています。日本にはトイレットペーパーの折り方に関するマナーがあります。世界最古の木造建築は法隆寺の五重塔です。オーストリアのウィーンはクラシック音楽の都です。スイスのツェルマットはマッターホルンのふもとにあります。アルパカはストレスを感じると他のアルパカに唾を吐きます。ウィールは古代メソポタミアで約5000年前に作られたとされています。オランダには人間の住む家の数よりも多い自転車があります。インドのカースト制度は公式には1947年に廃止されましたが、未だに影響が残っています。針は休むことなく働く続けることができます。南極の氷は地球上の淡水の約 70% を含んでいます。ウミガメは地磁気を使って方向を知ることができます。
シンボルです。世界で最も長い映画は85時間以上の長さを持つアンビエント・ミュージック・フォー・エアポーツです。トルコのアヤソフィアはかつてキリスト教の大聖堂、イスラム教のモスク、現在は博物館として機能しています。パンケーキの起源は古代ギリシャに遡ります。スイスには国軍の兵士1000人に自宅で銃を保管することが求められています。猫は前足で右茎か左茎が分かれます。サハラ砂漠には雪が降ることがあります。タイのバンコクには世界で最も長い地名があります。ツバメは地球を一周する距離を1年間で飛ぶことができます。スペインのバレンシアには世界最大のトマト戦争が開催されます。古代ローマでは塩が給料として使われていました。イカは3つの心臓を持っています。パンダの主食である竹は一日中食べても満腹感を感じないほど栄養が少ないです。古代エジプト人は死者の心臓を重量で測って罪の重さを判断しました。ナンバープレートの555はタイのスラングで笑うという意味です。ブルーインパルスの操縦士は特別な訓練を受ける必要があります。フランスのシャンパンは特定の地域で生産されたものしかシャンパンと呼ばれません。アメリカのホワイトハウスには132の部屋があります。日本の富士山は3つの火口があります。ハリーズ・イン・ワンダーランド症候群は現実の病気です。
ス・ディケンズは家の家具の配置を毎晩変えていました。フランスでは正式なパンの名前が法律で規定されています。世界で最も高価なコーヒーはジャコーネコのクソから作られます。ピラミッドの建設に使用された石の総重量は約600万トンです。マシュマロの起源は古代エジプトの薬草です。ネパールの国旗は世界で唯一の四角型の国旗です。ドルフィンのコミュニケーションは非常に複雑なクリック音とホイッツルで構成されています。ドミノ・ピザのロゴには3つのドットがあり、それぞれ最初の3つの点弧を表しています。クリオネは実際には巻き貝の一種です。ホンジュラスにはラ・モスキートという地名がありますが、蚊とは無関係です。ドルフィンの脳は睡眠中も半分だけ活動しています。イルカはグループ内で独自の名前を持ちます。オーストラリアには世界最大の温泉ブルーラグーンがあります。アフリカのゾウは1日に200リットル以上の水を飲むことがあります。ナポレオンは戦場での士気を高めるために赤い服を着て戦いました。クジラの歌は数千キロメートル離れた場所でも聞こえます。人間の指紋は他のどの人間とも一致しないようにユニークな模様を持っています。人参はもともと紫色でした。一部のカエルは冬眠中に完全に凍ることができますが、解凍されると再び生き返ります。世界最大の雪の結晶は直径38センチメートルと記録されています。
スパゲティの長さは法律で規定されています。ラクダはコブに脂肪を蓄えることで長時間水を飲まずに生きることができます。猫の pH バランスはアルカリ性ですが、犬の pH バランスは中性です。ミツバチはタンスを使って他のミツバチに花の場所を知らせます。蝶は箸で味を感じることができます。トルネードの最も速い風速は時速 480km 以上です。キリンの舌は黒っぽく紫色をしています。アリは自分の体重の50倍以上のものを運ぶことができます。フクロウは頭を270度回転させることができます。ラクダのミルクは非常に低い脂肪分を持っています。カンガルーは後ろ向きに跳ねることができません。タコは心臓が3つあります。コアラの親指は2本あります。マンボウは一度に300万個の卵を産むことができます。カタツムリは3年も冬眠することができます。シロクマの皮膚は黒色をしていて、毛は透明です。モルモットは他のモルモットのヒゲを引っ張ることでコミュニケーションをとります。シュモクザメは頭の形が独特なため視野が広いです。ゴリラは風を吹くことがあります。カモのハシは卵を産む哺乳類です。イカの目は直径30センチメートルに達することがあります。カバの汗は日焼け止めの役割を果たします。
ち鳥で体重は約2グラムです。ワニは口を開けている間は息をすることができません。ハリネズミは針を立てて防御しますが、針は有毒ではありません。カワウソは手をつないで寝ることがあります。ウナギは電気を発生させることができます。ダチョウの目は脳よりも大きいです。サメは骨がなく軟骨でできています。スズメバチはフェロモンで仲間を呼び寄せます。コモドドラゴンの唾液は非常に強い毒を持っています。イルカは自分の名前を持ち、それを呼び合います。ハムスターは大袋に食べ物を貯めることができます。ライオンのオスは一日中寝て過ごすことが多いです。カエルは皮膚を通じて呼吸することができます。ミミズは体を切られても再生することができます。カメは非常に長い間水中で息を止めることができます。アリゲーターは温度によって性別が決まります。サメは産卵する種類と体勢の種類があります。ペンギンは飛べませんが、非常に速く泳ぐことができます。ヤギは垂直に立って木に登ることができます。オウムは人間の声を真似することができます。羊は他の羊の顔を覚えることができます。白鳥は一度結ばれると一生のパートナーと過ごします。鶴は数千キロメートルを渡ることがで
ます。モルモットは非常に社交的な動物で、孤独になるとストレスを感じます。ペリカンはのど袋を使って魚を捕まえます。フクロウは無音で飛ぶことができます。カモシカは非常に高いジャンプ力を持っています。ハリネズミは天敵から身を守るために丸まります。オオカミは厳格な階層構造を持つ群れで生活します。ペンギンは氷の上で滑って移動することがあります。イスは冬の間に食べ物を貯蔵します。アナグマは非常に深い穴を掘ることができます。キツネは非常に優れた聴覚を持っています。猿は道具を使って食べ物を得ることができます。ハトでは触手を再生することができます。コウモリはエコロケーションを使って飛びます。ヤドカリは他の貝殻を利用して自分の蚊にします。クラゲは非常にシンプルな神経系を持っていますが、毒針を持っています。イソギンチャクは触手で獲物を捕まえます。モグラは1時間で約20メートルのトンネルを掘ることができます。足は歩行中に 1km 先の獲物を見ることができます。カエルは舌を使って獲物を捕まえます。タツノオトシゴはオスが卵を保護します。イワシは大きな群れで泳ぐことが一般的です。あとは笑うことで免疫力が向上するとされています。
尺のお葉は求愛行動のために使われます。針はフェロモンで道を作ります。カブトムシは非常に強い口角を持っています。クラゲは地球上で最も古い動物の一つです。ハシタカゴエビは身体を透明にすることができます。ピラニアは群れで行動する際に非常に攻撃的ですが、単独ではあまり攻撃的ではありません。ラクダは1回に30分間のマスに住むだけの水を飲むことができます。アルバイタケは世界で最も大きなキノコの一つで、直径が1メートル以上に達することがあります。ベルギーは世界で最も高濃度のビールの国で、多くのビールが 10% 以上のアルコール度数を持っています。サーモンは生まれた川に戻って産卵します。ナマケモノは一日中木にぶら下がって過ごします。ハチは歩行中に羽ばたくことなく、羽音を立てずに空中を進みます。パンダは主に竹を食べていますが、消化器官は肉食動物に近い構造を持っています。カラスは鏡を見て自分の姿を認識することができる数少ない動物の一つです。オウムは数千語を覚えて使い分けることができることが知られています。ゴキブリは1週間食べ物なしで生き延びることができますが、水なしでは1週間も生きられません。ピラミッドの内部には数学的に完璧な正方形の石が使用されており、その誤差はわずか 0.015% です。バイオリンのつるは馬の尾毛で作られることがあります。アメリカのコーヒー消費量は世界のコーヒー消費量の約1、3を占めています。
マヤ文明の都市では流儀の支配の勝者が生贄にされることがありました。蜂蜜は2000年以上も保存が可能です。ユリシーズ号の冒険家ジョシュア・スローカムは単独で世界一周をしましたが、出発時には航海の経験がありませんでした。アラスカ州には全米で最も多くの空港があります。ミツバチはダンスを使って他のミツバチに花の場所を伝えることができます。モスクワの地下鉄は世界で最も深い地下鉄システムの一つです。ラクダは1回に最大約200リットルの水を飲むことができます。チーターは0から時速 100km までわずか3秒で加速できます。鳩の髪の毛は一本の細い導線よりも約75マイクロメートルの太さです。ペンギンは水の中を飛行機のように泳ぐことができ、時速約 36km で移動できます。ミツバチの群れは集団で飛行するときにお互いに空気抵抗を減らすために V 字形を形成します。狼の群れは一度に30キロ以上もの距離を走ることができます。ピラミッドの建設には現代のクレーンを使わずに巨大な石を運ぶために何万人もの労働者が動員されました。鳩の目は日中の明るい光でも月夜の暗闇でも同じくらい感じることができます。カメレオンは体色を変えるだけでなく、皮膚の表面温度を変化させることでも体色を調整します。ゴリラは体重約180キロでも非常に敏捷で、木の上を自在に移動することができます。ピラミッドの内部には空気の流れを利用したクークシャフトが存在し、星を観察するための装置として使われていた可能性があります。蜂蜜は保存期間が非常に長く、
古代エジプトでは墓にも備えられました。オーストラリアのカンガルーは後ろ向きに跳ねることができません。フクロウは首を360度回転させることができませんが、270度ほどまでは回転できます。ドルフィンズスタジアムの天井は雨が降ると水のカーテンが下がり、観客を守ります。後の唾液には傷口を癒すための成分が含まれています。バクテリアは細菌の中でも最も早く成長する生物です。数時間で分裂し、種数関数的に増殖します。アルバート・アインシュタインは学校の成績が悪く、特に言語学が苦手でした。チェルノブイリ原子力発電所事故後、近隣地域の野生動物が放射能に耐えて生き延び、生息しています。鳩の体内には1グラムの体重あたり約100万個の細菌が生息しています。蜂蜜は長期間保存が可能で、古代エジプトでは墓にも備えられました。ラクダの赤ちゃんは生まれた時にはすでに母親と同じ身長です。カエルは下を飛び出す際に目の玉を押し出しているわけではなく、実際には舌が非常に速く伸びることで獲物を捕らえます。鳩の脳は1日に約7万以上の思考を生成します。パルクールはフランスの軍隊訓練から発展しました。針は体重の20倍の重さまで持ち上げることができます。これは人間が大型トラックを持ち上げることに相当します。狼の遠吠えは他の狼とのコミュニケーションだけでなく、群れ全体の結束を強めるためにも使われます。これは最も効率的な構造で、最小の材料で最大の強度を持たせるためです。
ウサギは逃げる時に高くジャンプするのではなく、後ろ足で急速に蹴って進みます。蜘蛛の網は人工的な線よりも強く、しなやかで粘性があります。また、蜘蛛は網を折るための複雑な数学的計算を行います。バナナの木は木ではなく草であり、その茎は本当に木の茎よりも弱いです。パンダは食事の約 99% を竹で賄っていますが、その消化器官は本来肉食動物に近い構造をしています。ピラミッドの内部の石材の角度は太陽の移動を追跡するために計算されており、数学的に非常に精密です。アメリカのニューヨーク市にあるセントラルパークはパリのサンジェルマンデプレ公園よりも大きいです。ネズミは落下距離が増すにつれて、自分の体重の50倍の高さからでも着地を成功させることができます。鳩の骨は年齢とともに鉄分を失い、弾力性が増します。フクロウは首を360度回転させることができません。実際には首の回転半には約270度です。パンダは主に竹を食べていますが、1日に約12時間もの時間を食事に費やします。バクテリアは数時間で一つの細胞から数百の細胞に増殖することができます。鳩の目は非常に明るい光から暗闇まで幅広い照度で見ることができます。これは網膜にある視細胞が適応できるように設計されています。象はその巨大な体にもかかわらず、地面から音を感知するために足を地面に当てることがあります。ピラミッドの正確な建設方法は依然として謎であり、その精度は現代の技術でも再現するのが難しいとされています。ウサギは実際にはネズミよりも多くの歯を持っています。
成人のウサギは計28本の歯を持っており、この数はネズミの歯の数よりも多いです。フルーツフライは生まれてから死ぬまで一度も口を開けることなく生活します。このため成虫としては口がなく、食事をすることができません。ペットのダニは人間の肌の一部や動物の毛皮などから水を吸収し、その水を利用して生活します。パンダは主に竹を食べていますが、1日に約12時間もの時間を食事に費やします。ゴールデンゲートブリッジの塗装は完了すると再び初めから塗り直されます。これが終わると最初の塗装は再び始まります。フクロウは首を360度回転させることができません。実際には270度ほどしか回転できません。ファイヤーフライ、ホタルの光は冷たい光ではなく、エネルギーがほとんど熱に変換されない珍しい光です。蜂の巣は通常は六角形の形状をしています。蜂蜜は長期間保存が可能で、古代エジプトでは貴重な食品とされていました。ファイヤーフライ、ホタルは自分の種類が発する光を理解し、それを模倣して他の種類のホタルをおびき寄せることができます。オクトパスは脳の役にサンゴ触手に持っています。カメレオンは目を動かすことができる唯一の爬虫類です。そのため360度全方向を見渡すことができます。フクロウは目の前に物を置かれてもそれを見ることができません。代わりに頭を回して見ることがあります。ベネズエラのアンヘル滝は地球上で最も高い滝であり、高さが979メートルに達します。
とは南アジアとアフリカの DNA の特徴を併せ持つユニークなルーツを持っています。ゴールデンゲートブリッジの塗装が終わるとまた最初からやり直されます。1センチのサボテンの成長には最大で200年かかる場合があります。蜂蜜は古代エジプトでは保存食として使用され、墓にも供えられました。ウサギは実際にはネズミよりも多くの歯を持っています。成人のウサギは計28本の歯を持っており、これはネズミの歯の数よりも多いです。鳩の髪の毛は伸ばしても1日に約 0.3mm しか成長しません。チーターは時速 110km で走ることができ、0から時速 100km までわずか3秒で加速できます。アンドロメダ銀河は地球から約250万光年離れていますが、その中には10億以上の恒星が存在します。クツネの一部の種類は1日に最大70キロもの距離を移動することができます。そのため触手を失っても生き延びることができます。アフリカゾウの妊娠期間は約22ヶ月で、これは陸生哺乳類の中で最も長い期間です。アメリカの国歌星条旗が作られたのは1814年で、その年に星条旗の詩が作られました。カエルの舌は獲物を捕らえるために目の前に出てくるわけではなく、実際には口の中から飛び出します。ゴリラは非常に力強い動物ですが、繁殖行動には穏やかで繊細な面があります。オスは時に花の儀式と呼ばれる行動を示し、これは求愛や社会的な結束を促進するために行われます。ユーコン川に生息するカエルは冬眠中に体内にアルコールを生成し、凍結から身を守ることができます。ナポレオン
身長が一般的に思われているよりも短かった。後の髪の毛は毎日約 0.3mm しか成長しない。アフリカの一部のアリは自らの体を犠牲にして巣を守るために捕食者に攻撃を仕掛けることがあります。カエルは一般的には水を飲まない生き物とされています。代わりに皮膚から水分を吸収します。フクロウは実際には首を360度回転させることができません。実際には首を回転させることができるのは約270度までです。鳩の脳は1日に約20ワットの電力を消費します。アルマジロは甲羅の硬さを利用して自分自身を丸め、快テクから身を守ります。キリンの舌は約50センチメートルもの長さで、葉っぱを木の高い場所からつまむのに役立ちます。カニは切り株を渡る際に他の足を使うのではなく、手を使って進むことができます。マダガスカルのバオバブの木は一度に5000リットルの水を保持することができます。これは60ワット電球が点灯するのと同じくらいです。鳩の髪の毛は毎月約1センチメートルの速度で成長します。マレーシアのラフレシアは最大1メートルもの直径を持ち、世界で最も大きな花とされています。カエルは皮膚から水分を吸収し、通常は水を飲む必要がありません。蜂蜜は密封された状態で保存されると何千年も賞味期限が延びることがあります。マダガスカルのウトはアフリカとアジアの遺伝子の特徴を併せ持つユニークなルーツを持っています。フォアズ、ハンド、フィフス、アベニュー、ビルディング、アメリカ、
国史の一部は地上に建てられていないため、地上から建物が2つの独立した部分で支えられている。クジラの心臓は人間の大きさの車1台分ほどあり、1回の収縮で約600リットルの血液をコンプします。メキシコシティのスペイン語でオネットの日と呼ばれる祝日は、1910年に地元の銀行家が制定しました。鳩の下にはおよそ9000本の未来があります。オーストラリアミドリカゲロウは卵を産み、両生類と爬虫類の特徴を持っています。ピラミッドの内部には数学的に完璧な正方形の石が使用されており、その誤差はわずか 0.015% です。カエルは皮膚を通じて水分を吸収し、通常は水を飲む必要がありません。蜂蜜は密封された状態で保存されると、何千年も賞味期限が延びることがあります。オウムは人間の言葉を学ぶだけでなく、その意味を理解し応用することができることが知られています。タツムリの葉は舌の上にあり、何百本もの小さな葉を持っています。鳩の体内には約60種類の異なる化学的感覚があり、その中にはコーヒーの香りを感じ取るものも含まれます。アメリカ合衆国のアラスカ州には、ロシア語で書かれた公式の道路標識がいくつか残っています。象の鼻は数千もの筋肉で構成されており、細かい動きや強力な吸引を行うことができます。フクロウは首を360度回転させることができない。実際には270度ほどしか回転できない。鳩の目は夜間には犬よりも優れた視力を持つことができる。マダガスカルの鳩はアフリカとアジアの遺伝子の特徴を併せ持つユニークなルーツを持っている。アルマジロは
身を守るために自分自身を丸めることができるが、その甲羅は鋼鉄のように硬いわけではない。マダガスカルに生息する一部のカメレオンは体色を変える能力を持っていますが、色を変えるのは主に感情や気温によるものであり、環境に合わせて変わることは稀です。オウムは人間の言葉を学ぶだけでなく、その意味を理解し応用することもできることが知られています。蜂蜜は密封された状態で保存すると何千年も賞味期限が延びることがあります。ブルーホイールの体内には鳩の DNA にも似た遺伝子が存在し、これが認知機能や社会的行動に関連している可能性があります。レモンは浮きますが、ライムは沈みます。これはライムがレモンよりも密度が高いためです。プロのアスリートはオフシーズンにボードビルでパフォーマンスをしていたことがあります。1985年に初めて月経という言葉がテレビで使われました。コマーシャルでコートニー・コックスが発言しました。マクドナルドはかつてバブルガム風味のブロッコリーを作ったことがありますが、子供たちには不評でした。一部の菌類は昆虫をゾンビにしてその行動をコントロールすることができます。アルセニック、ヒ素はかつて美肌効果を謳って食用にされていたことがあります。ミシシッピ川の水滴が全長を流れるのに約90日かかります。スパム、食品の名前はスパイスとハムを組み合わせたものです。サイモン&ガーファンクルやダイアナ・ロスを発掘したウォーリー・アモスは有名なクッキーを作った人物でもあります。編集率がいいは1706年にウェールズの数学者ウィリアム・ジョーンズによって初めて使用されました。
円周率 π は無限の小数であり、その正確な値は計算できないため、円の面積や円周も正確には求められません。円周率 π は古代エジプトの神話に関連しています。ゴキブリは1週間以上食べ物なしで生き延びることができますが、水がないと数日で死んでしまいます。マダガスカルの一部のカメレオンは体色を変える能力を持っていますが、主に感情や気温によって色が変わるため、環境に合わせて変わることは稀です。ギザのピラミッドの設計にパイの原理が使用されたと信じられています。コンピュータの性能テストとして円周率 π の計算が使用されることがあります。一部の古代文明では円周率 π の根として3や3、1、8が使用されました。マダガスカルには動物の 80% がその島特有の種であり、他の場所では見られません。オランダ、ドイツの数学者ルドルフ・ファン・クーレンは生涯をかけてパイの最初の36桁を計算し、その数字を墓石に刻みました。3月14日はパイの日として祝われ、数学愛好者に人気です。円周率 π に基づいた言語 PILISH が存在し、これは各単語の文字数が π の数字に対応しています。アルマジロはレプロシー・ハンセン病の自然宿主であり、鳩に感染させることができます。イカは驚いた陸犬を感じると体の色を変えてカモフラージュします。人間の鼻は約1兆種類の異なる匂いを嗅ぎ分けることができます。カエルは皮膚を通して呼吸することができるため、水中でも呼吸が可能です。世界最古の木造建築は日本にあり、法隆寺は西暦607年に建てられました。
人間の指紋は地球上の誰とも一致しませんが、下の文様も同じようにユニークです。ロシアには1年間21日間だけ太陽が昇らない年があります。キリンは首の骨が7つしかなく、これは人間と同じ数です。オウムは鏡に映った自分自身を認識できる数少ない動物の一つです。鳩の体内には約37兆個の細胞がありますが、そのうち約 90% は微生物です。カンガルーは尾を使ってバランスを取るだけでなく、第5の足のように使って移動することができます。イギリスの国会議事堂には、ある時間帯に幽霊が現れるという言い伝えがあります。フラミンゴは食べ物の色素によってピンク色になります。1958年、ボーイング707はエンジンを一度も停止させることなく地球を一周しました。蜂蜜は数千年前のエジプトの墓で見つかったものでも食べられる状態でした。クラゲの一種であるトリコシスとメデューサは老化を逆転させる能力があり、理論上は永遠に生きることができます。クジラの心臓は車のサイズほど大きく、1回の拍動で約220リットルの血液を送り出します。カタツムリは3年もの間眠り続けることができます。フランスのエッフェル塔は気温が高くなると金属が膨張し、最大で15センチメートル伸びます。宇宙空間では無重力の影響で宇宙飛行士は数センチメートル背が高くなります。ゴキブリは1ヶ月間食べ物なしで生き延びることができますが、水がないと数日で死んでしまいます。マダガスカルのバオバブの木は一度に最大で5000リットルもの水を蓄えることができます。フォ
クロウは実際には首を360度回転させることはできず、約270度までしか回転できません。アメリカでは約38分ごとにディズニー映画がテレビで放映されています。ヴィーナスフライトラップは食虫植物の一で、葉に触れるとわずか 0.1 秒で閉じることができます。鳩の髪の毛は成人の頭皮には約10万本の髪の毛が生えており、毎日約50本の髪の毛が抜けることが一般的です。蜂蜜は数千年前のエジプトの墓で見つかっても食べられる状態でした。鳩の脳は毎秒約10億ビットの情報を処理する能力を持っていますが、そのうち意識的に認識されるのはわずか2000ビットです。人間の骨はコンクリートよりも強い密度を持っています。カエルは皮膚を通して水を吸収することができるため、水を飲む必要がありません。蜂蜜は腐らないため、数千年前のエジプトの墓から見つかったものでも食べることができます。ゴキブリは頭を失っても数週間肉続けることができます。ブルーホエールの心臓は車のサイズほどあり、一度に約220リットルの血液を送り出します。エッフェル塔は気温が高くなると金属が膨張し、最大で15センチメートル伸びます。鳩の目は約1000万色を識別することができますが、色覚以上の鳩は約1000色しか識別できません。フラミンゴは食べ物の色素でピンク色になりますが、もともとは灰色の羽を持っています。アルマジロの母親は一度に4匹の全く同じクローンを産むことがあります。アメリカのアラスカ州にはロシア語で書かれた公式の道路標識がいくつか残っています。キリンの舌は約50センチメートルもの長さがあり、木の高い場所から葉をつまむのに役立ちます。
ルには世界のどこにもいない動植物が数多く生息しています。オウムは自分の名前を認識し、呼ばれると返事をすることができます。カタツムリは3年間眠り続けることができます。鳩の目は約1000万色を識別することができますが、色覚以上の鳩は約1000色しか識別できません。ゴキブリは頭を失っても数週間生き続けることができます。フラミンゴの羽のピンク色は食べ物の色素によって決まります。マダガスカルには世界のどこにもいない動植物が数多く生息しています。イカは驚いたり危険を感じると体の色を変えてカモフラージュします。カンガルーは大太鼓の足のように使って移動することができます。鳩の花は約1兆種類の異なる匂いを嗅ぎ分けることができます。クジラの骨格は飛行機の翼の設計に影響を与えました。ペンギンは翼を使って泳ぐことができますが、飛ぶことはできません。マンボウは1日で約28万個の卵を産むことができます。カメレオンの舌は体の2倍の長さに伸びます。キリンは一晩でわずか30分しか眠らないことがあります。イルカは眠るときに片方の脳を休め、もう片方の脳を活動させ続けます。ミツバチは8の字ダンスをして花の場所を仲間に伝えます。怠け者は1週間に1度しかトイレに行かないことがあります。腸の味覚器官は足にあります。クジラの歌は数百キロメートル離れた場所でも聞こえることがあります。ロシアには1年間21日間だけ太陽が昇らない年があります。
コウモリは唯一飛ぶことができる哺乳類です。シャチは実はイルカの一種です。針は自分の体重の50倍の重さを持ち上げることができます。ウミガメは産卵のために数千キロを移動することがあります。ハリネズミの針は約5000本あります。コアラは一日のほとんどを眠って過ごします。タコは3つの心臓を持ち、青い血液が流れています。サメは一度に数百本の歯を持ち、失った歯は何度でも再生します。カモノハシは毒を持つ哺乳類です。オランウータンの腕は自分の体よりも長いです。オオカミはハスキー犬と非常に近い遺伝子を持っています。ペリカンの喉の袋は3ガロンもの水を保持できます。ペンギンの群れはコロニーと呼ばれます。カエルは皮膚を通して水分を吸収します。カラスは工具を使うことで知られています。カタツムリの歯は舌の上にあり、何百本もの小さな歯を持っています。鳩の体内には約37兆個の細胞があります。キリンの舌は約50センチメートルの長さがあります。鳥の骨は中が空洞で非常に軽いです。クマムシは宇宙でも生き延びることができる生物です。オウムは人間の言葉を学ぶだけでなく、その意味を理解し応用することができます。カモメは海水を飲むことができますが、余分な塩分をくちばしの線から排出します。ゴリラは雨の中で濡れる
るのを嫌うため、しばしば歯を傘のように使います。カラスは非常に知能が高く、問題解決能力があります。ミツバチの女王は生涯に一度だけ交尾をし、その後数百万の卵を産み続けます。ペリカンは餌を取るときに喉の袋を使って水と魚を分けることができます。ハムスターの頬袋は食べ物を一度に大量に収納することができます。キツネは非常に多様な鳴き声を持ち、100種類以上の音を出すことができます。猿の一部は自分の顔を鏡で認識することができます。狼は一晩で 100km 以上の距離を移動することがあります。カバの汗は赤く、紫外線を防ぐ役割を果たします。犬は約40万種類の異なる匂いを嗅ぎ分けることができます。マンボウは一度に約300万個の卵を産むことができます。キリンの首の骨は7つしかなく、これは人間と同じ数です。パンダは生まれた時、わずか 100g しかなく、大人の体重の1000分の1です。アルパカの唾液は強い抗菌性を持っています。ペンギンは飛ぶことができない鳥ですが、非常に速く泳ぐことができます。ウミガメは数十年をかけて生まれた海岸に戻って産卵します。怠け者は泳ぐのが得意で、森の冠から冠へと泳ぐことがあります。サメは非常に敏感な電気感覚を持っており、他の生物の心臓の鼓動を感じ取ることができます。コアラはユーカリの葉しか食べませんが、これには少量の毒が含まれています。タツノオトシゴはオスが妊娠して子供を産みます。カラス
スは道具を使う能力があり、簡単な問題を解決することができます。犬の嗅覚は人間の1000倍以上も鋭いです。キリンは一度20分以上経って眠ることができます。クモの巣は鋼鉄よりも強度があり、同じ重量で比べると強度が勝ります。カンガルーは後ろに飛ぶことができません。カタツムリの下には何百もの小さな歯が並んでいます。鳩の花は約1兆種類の異なる匂いを識別することができます。ペンギンの一部は一度に2メートル以上ジャンプすることができます。シロクマは実際には黒い皮膚を持ち、白い毛は光を反射するため白く見えます。ラクダは一度に200リットルもの水を飲むことができます。シロクマの皮膚は黒く、毛は透明です。フィールは古代エジプトでは主食として扱われていました。昔のローマでは口臭防止のために人々が石で歯を磨いていました。世界最古の木造建築は奈良県にある法隆寺です。イースター島のモアイ像は実は地中に埋まった体部分があり、全体の高さは約10メートルにもなります。ニュージーランドではポリネシア人が最初に到着した約800年頃からマオリ文化が栄えました。ルーブル美術館には約38万点の美術品が収蔵されていますが、そのうち展示されているのは約3万点です。ペルシャ絨毯は1平方メートルに約100万ノット以上の結び目があることがあります。オーストラリアには1日で天候が四季のように変わるメルボルンという都市があります。世界最大の砂漠であるサハラ砂漠は
実はかつて緑豊かな草原地帯でした。ナイル川は世界で最も長い川であり、全長は約 6650km です。モナコは世界で最も人口密度が高い国で、1平方キロメートルあたり約1万9000人が住んでいます。アラスカのデナリー、ビュー・マッキンリー山は北米最高峰であり、その高さは6190メートルです。シベリアのオイニャコン村は世界で最も寒い居住地であり、最低気温はマイナス 71.2 度 C を記録しました。フランスには夜間に犬の糞を取り除くための専門の清掃員がいます。メキシコシティは地下水を汲み上げ続けた結果、年間数センチ沈んでいます。グリーンランドは実は世界最大の島ですが、国ではなくデンマークの自治領です。パリの地下には長さ約 300km に及ぶ地下墓地が広がっています。スペインの神のでサンティアゴ・ヒジリヤコブの道は毎年何万人もの巡礼者が訪れる古代の巡礼路です。オランダの風車は主に排水と灌漑のために使われていました。中国の万里の長城は全長2万 1196km にも及ぶ世界最長の建造物です。エベレスト山は毎年約 4mm ずつ成長しています。インドのタージ・マハルはムガル帝国の皇帝シャー・ジャハーンが妻のために建てた墓です。ベネズエラのエンジェル滝は世界で最も高い滝であり、その高さは979メートルです。南極の氷床は地球上の淡水の約 70% を保持しています。イタリアのピサのハス島は建設中から傾く始め、その原因は地盤の沈下です。ア
ルゼンチンのパタゴニア地域は世界でも最も手つかずの自然が残る場所の一つです。南アフリカのテーブルマウンテンは世界で最も古い山の一つで約6億年の歴史があります。アメリカのグランドキャニオンは約20億年前の地層が露出している場所です。イタリアのベネツィアは118の小さな島々と400以上の橋で構成されています。ドバイのブルジュ、ハリファは世界で最も高い建物であり、その高さは828メートルです。トルコのカッパドキアは奇岩地帯であり、かつては地下都市が栄えました。カナダには世界で最も多くの湖があり、全世界の淡水の約 60% を保持しています。アイルランドのクロムウェル時代には猫を飼うことが禁止されていました。エジプトのギザの大ピラミッドは約4500年前に建設された世界七不思議の一つです。ギリシャのサントリーニ島は火山の噴火によって形成され、美しい白い建物が特徴です。フィンランドのラップランドはサンタクロースの故郷として知られています。ノルウェーのフィヨルドは氷河によって形成された美しい樹形です。ハワイの火山は地球上で最も活動的な火山の一つです。フランスのプロバンス地方はラベンダー畑で有名です。モロッコのマラケシュはスーク、市場、ヤジャマ、エルー、船広場で知られています。ロシアのバイカル湖は世界で最も深い湖であり、淡水の 20% を保持しています。タイのバンコクは世界で最も訪問者数の多い都市の一つです。シンガポールのマーライオンはライオンの頭と魚の体を持つ象徴的な像です。
跡であり、エル・カスティーヨのピラミッドで有名です。オーストラリアのグレートバリアリーフは地球上で最も大きなサンゴ礁システムです。エチオピアのラリベラには岩を掘って作られた境界群があります。インドネシアのバリ島は美しいビーチと独自の文化で知られています。ペルーのマチュピチュはインカ帝国の遺跡であり、山の頂上に位置しています。ケニアのマサイマラは野生動物の大移動で有名です。日本の富士山は国内最高峰であり、信仰の対象とされています。スイスのマッターホルンはアルプス山脈の中でも特に美しい山です。イギリスのストーンヘンジは古代の巨石遺跡であり、その目的は未だに謎に包まれています。ブラジルのアマゾン川は地球上で最も流域面積の広い川です。イタリアのコロッセオは古代ローマの円形闘技場であり、観光名所です。ケニアのアンボセリ国立公園はエレファントの大群が見られることで有名です。トルコのエフェソス遺跡は古代ギリシャ、ローマ時代の都市遺跡であり、観光名所です。南アフリカのクルーガー国立公園はビッグファイブ、ライオン、ゾウ、バッファロー、ヒョウ、サイが見られることで有名です。ニュージーランドのロトルアは地熱活動が活発であり、温泉や間欠泉で知られています。カナダのナイアガラの滝は世界で最も有名な滝の一つであり、観光名所です。モロッコのフェスは古代のメディナ、ピューシ街が保存されており、ユネスコ世界遺産に登録されています。エジプトのアブ・シンベル神殿はラムセス2世によって建設された巨大な岩の神殿です。
アルゼンチンのイグアスの滝は世界最大級の滝であり、アルゼンチンとブラジルの国境にあります。インドのバラナシはガンジス川沿いに位置し、ヒンドゥー教徒にとって聖地です。スイスには海軍が存在しないが、軍事訓練の一環として水上訓練が行われている。オーストラリアのグレートバリアリーフは地球上で最も大きなサンゴ礁システムであり、宇宙からも見ることができます。カナダのハドソン湾は実際には地球の重力が弱い場所の一つであり、これにより微妙な重力の現象が観測されています。イタリアではピザはもともと労働者の食べ物であり、最初はトマトソースだけで食べられていた。イスラエルの主海は海水の塩分濃度が非常に高く、鳩が自然に浮くことができます。南アフリカのテーブルマウンテンは風が強い時にその頂上に雲がかかり、テーブルクロスと呼ばれる現象が起こります。ハンガリーのブダペストには地下に広大な温泉洞窟システムが存在し、観光名所となっています。ブラジルのカーニバルは世界最大のストリートパーティーであり、リオデジャネイロでは数百万人が参加します。アメリカのアリゾナ州にはマルスと呼ばれる火星の模擬環境があり、火星探査の訓練が行われている。ノルウェーのトロムソは北極圏内に位置し、冬には24時間の夜、夏には24時間の昼が続く白夜と濃く夜があります。フィンランドにはサンタクロース村があり、毎年多くの観光客が訪れます。ベルギーのアントワープには世界最大のダイヤモンド取引市場があります。オランダのアムステルダムには約160の運河があり、北のベネツィアとも呼ばれています。ナポレオンは実際には身長が低くなく、フランスの平均的な身長であったが、プロパガンダのために背が低いと広まった。
スウェーデンには氷のホテルがあり、毎年新しいデザインで再建されます。日本の神戸には世界で最も高価な牛肉、神戸ビーフが生産される牧場があります。チェコのプラハには天文時計が存在し、600年以上の歴史を持ち、未だに稼働しています。エジプトのピラミッドの中には未だに解明されていない秘密の部屋が存在すると信じられている。アイスランドではエルフの存在を信じる人々が多く、道路建設などでエルフの住むとされる場所を避けることがある。チェルノブイリ原発事故の影響を受けた地域には放射線に強い動植物が生息している。スペインのトマト祭りでは毎年約15万個のトマトが使用される。イギリスのビッグベンは実際には時計塔全体の名前ではなく、塔内にある大金の名前である。シンガポールのチャンギ国際空港には世界最大の屋内滝があり、観光名所となっています。メキシコの死者の日は亡くなった家族や友人を思い出すための祭りで、カラフルな骸骨や祭壇が特徴です。ドイツのミュンヘンでは毎年10月にオクトーバーフェストが開催され、世界最大のビール祭りとして知られています。フランスのモン・サン・ミシェルは干潮時には陸地とつながり、満潮時には島になる独特の景観を持っています。ギリシャのアテネには紀元前5世紀に建てられたパルテノン神殿があり、古代ギリシャの文化を象徴しています。トルコのカッパドキアには奇岩と地下都市が広がり、熱気球での観光が人気です。インドのタージ・マハルはムガル帝国のシャハーンが亡く妻のために建てた白大理石の霊廟です。アルゼンチンのイグアスの滝は世界最大級の滝であり、幅は約 2.7km に達します。チリのイ
スター島には巨大なモアイ像が点在し、その起源は未だに謎に包まれています。ペルーのマチュピチュはインカ帝国の遺跡であり、標高約2400メートルの山中に位置します。サウジアラビアのメッカにはイスラム教の聖地カーバ神殿があり、年間数百万人の巡礼者が訪れます。イランのイスファハーンには美しいモスクや宮殿があり、世界の半分と称されます。ロシアのサンクトペテルブルクにはエルミタージュ美術館があり、約300万点の芸術作品が展示されています。カンボジアのアンコールワットは12世紀に建てられたヒンドゥー教寺院であり、世界遺産に登録されています。タイのバンコクには黄金の仏像や壮大な宮殿が多く、観光名所となっています。オーストラリアのウルルはアボリジニの聖地であり、巨大な一枚岩として知られています。ニュージーランドのロトルアは地熱活動が活発な地域であり、温泉や間欠泉が見られます。ジャマイカのブルーマウンテンは世界的に有名なコーヒーの生産地として知られています。韓国のソウルにはロッテワールドタワーがあり、展望台からは市内を一望できます。マレーシアのペナン島には多文化が融合した食文化があり、食の天国と称されています。フィリピンのパラワン島はその美しい自然景観と透明な海水で有名です。ポルトガルのリスボンには世界最古の書店ベルタースが存在し、1732年に開業しました。ハワイのキラウエア火山は世界で最も活発な火山の一つであり、現在も定期的に噴火しています。中国の頂上は全長約2万1196キロメートルであり、人類が築いた最も長い構造物です。モロッ
のサハラ砂漠では砂漠ツアーが人気で、キャメルライドや砂漠のキャンプが楽しめます。インドネシアのバリ島はヒンドゥー教の寺院や美しいビーチで観光客に人気です。ケニアのマサイマラ国立保護区は毎年のヌーの大移動で有名です。南アフリカのケープタウンにはテーブルマウンテンと呼ばれる平らな山があり、絶景が広がります。ブラジルのアマゾン川は世界で最も多くの淡水を流す川であり、流域には多様な生態系が存在します。カナダのバンクーバーは海と山に囲まれた美しい都市であり、アウトドア活動が盛んです。フランスのパリにはエッフェル塔をはじめとする多くの観光名所があり、年間数百万人が訪れます。ドイツのノイシュバンシュタイン城はディズニーランドのシンデレラ城のモデルとなったことで有名です。スウェーデンのストックホルムには美しい群島が広がり、ボートツアーが人気です。フィンランドのラップランドはサンタクロースの故郷として知られ、冬にはオーロラが観察できます。日本の富士山は標高3776メートルであり、登山シーズンには多くの登山者が訪れます。イギリスのストーンヘンジは紀元前2500年頃に建てられた巨大な石の環状列石で、その目的は未だに謎です。アメリカのニューヨーク市には世界最大の都市公園であるセントラルパークが広がっています。中国の桂林には奇岩が立ち並ぶ美しい景観が広がり、リクリエーションスポットとして人気です。ベトナムのハロン湾は石灰岩の奇岩が点在し、クルーズツアーが楽しめます。ミャンマーのバガンには約2200の寺院やパゴダがあり、古代の宗教都市の風景が広がります。スリランカのシーギリアロックは5世紀に建てられた要塞であり、彫
頂上からは絶景が楽しめます。ネパールのエベレスト山は標高8848メートルであり、世界最高峰として知られています。ブータンは幸福度を国の発展指標として重視する国民総幸福量 CNH を採用しています。マルタのバレッタはヨーロッパで最も小さい首都の一つであり、歴史的建造物が多く残されています。ギリシャのサントリーニ島は白い家々と青い屋根が特徴で、絶景のサンセットが楽しめます。スペインのバルセロナにはガウディの作品が多く、サグラダ・ファミリアが特に有名です。ポルトガルのポルトはワインの生産地として知られ、美しい河川景観が広がります。オーストリアのウィーンは音楽の都として知られ、モーツァルトやベートーベンが活躍しました。